E aí, pessoal, do Última Ficha, tudo bem? Tô aqui, Leonardo, tô com o Hirano San, desenvolvedor do Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos estar direto da E3 e vamos estar fazendo uma entrevista com ele agora sobre o jogo. Hirano San, hi, nice to meet you, really big pleasure. So, my first question is, as a fan of Dragon Ball, I know that you work with it for 20 over years with this story. It's always the same story, although I love it to watch it every day. So what was the first inspiration to change it, everything? I think it was a bold and a great movement from Bandai Namco, you guys. So first question is, how you were inspired to change the Dragon Ball and make a great game like this? 今回の作品に、ゼノバーシリーズに対してはやっぱりそれまでずっとおっしゃる通りで長く、ドラゴンボールシリーズで続けていて、ファンの人たちにずっと、ある意味同じ原作再現をし続けてきたっていうところがもう前提あるかなというふうに思ってます。本当に数多くのタイトルを出していただいていたので、やっぱりファンの人たちが一番それを求めているとは思うんですけども、どうしてもやっぱ数が多くなってしまって、差が出てこないというか、やっぱりなんか新しいものが欲しいっていうユーザーさんがやっぱりいるのかなと思っていましたので、今回はもちろんドラゴンボールのストーリーは大事にしたい。でも、それを別のやり方、別の切り口で出せないかっていうのが、本当に一番最初のところが発想としてあったので、今回、ゼノバーシリーズとしてはそのドラゴン世界に自分自身が入っていくという設定に、して、違う魅力っていうのを見せていこうというふうに思いました。So we were really impressed about what we heard, that the sales for Xenoverse were great, even bigger than the Budokai. That's one of the most beloved series for the Dragon Ball fans. So how did you work with the community feedback about this game and to make Xenoverse 2 even better? はい、まず、このゼノバースの1自体のですね、やっぱりコミュニティも含めてユーザーさんも含めて、いろんな今も出てるドラゴンボールゲームに対しての意見っていうところをしっかり取り入れて出していったっていう自負はあるので、2に関してもやはり1で、それからバトル面も含めて、RPG 要素も含めていろんな意見出てると思いますので、どのぐらいだかっていうところに関しては一概には言えないですけども、一番大きな参考にする要素としてやらせていただいた部分はあるかなと思っています。なので前作からのバランス調整というところに関して言うと、ほぼほぼ、皆さんの意見っていうのを参考にさせていただきながら、新しいシステムだとか新しい要素というところを組み合わせていったというふうには考えています。One last question. I've seen on the trailers and on the presentation that we are going to have new characters. Most of them, from what I could see, is from movies and from Dragon Ball OVAs. So, what can we expect new in this new game as per characters and some news in the gameplay? Will we have a lot of? Will they focus on the OVAs of the Dragon Ball franchise, or we're gonna to balance it? そうですね、そういうと半分、イエスで半分ノーというのがあるかなと思うんですけども、もちろん新しい今回に登場する新しいキャラクターとして、劇場版のところから登場するキャラクターっていうのは、いるのかなというふうには思っています。ただ今回のストーリー部分というかですね、世界観的なコンセプトとしては、2世代というのを今コンセプトにしていまして、例えば最初のトレーラーで出させていただいた未来ご飯とトランクス、そしてバーダックと、例えば僕で、実際このゲームの中で出てくる、その主人公として、前作自分が作った主人公と今回新しくする自分、主人公、このそれぞれの、世代というかそれぞれの、つながり絆っていうところが、このゲームの中ですごい重要な、キーとなるというか要素となるっていうところが今回のゲームのテーマとなりますので、そこに関してはまだなかなか出せない情報もいっぱいあると思うんですけども、ぜひぜひ期待して待ってほしいなというふうには思います。Okay, thank you very much. And one last question for the fans. What's your favorite Z fighter and villain of the saga? そうですね。好きなキャラクターは、いわゆる Z 戦士と言います。味方側の戦士でいうと、僕の中では当然っていうヤムチャヤムチャが一番いいナンバーワンで、敵キャラとしては僕はまさに自分自身が子供の頃リアルタイムで見てた時にフリーザ編だったんで、フリーザはやっぱりあそこだとナメック星のドラゴンボールを都会で探し合うシーンがすごく象徴的でしたし、その存在としてやっぱり後期で気ぐらいが高いんですけど、最後どんどん戦っていく中で
その素性も見えてくるみたいなところが、まあ、すごく敵キャラとしてこういい意味でやらしいところがすごく良いことかなと思うので、やっぱ敵キャラとしてはフリーズがやっぱりナンバーワンかもしれない。Great. For myself, it would be Frieza as well. It's a great villain, and I believe I would go for Gohan for the good guys. まあフリーザは同じくアクエルとしては好きで、まあ、ご飯がご飯ですね。いつのご飯が好き？ Which Gohan do you like? Time. Oh, there's so many differences. I believe I'll go with the child to the teenager one. 子供から青年ご飯まで。青年 teenage as in fighting with Cell? EC さん。そうだ。青年。まあ一番こうね心がこう病んでる時は青春時代だもんね。僕はやっぱり一番ここにドラゴンボールつけてる時が一番好き。ああ、本当の子供がご飯かけです。かわいい。キュッと。平野さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。 Very good. Love it. The first and the second. I'm sure it's going to be great. Thank you. Pessoal do Jovem Ficha, obrigado por assistirem e até a próxima entrevista.